座ってくれ一。よかったらそちらの皆さんも。それじゃあ失礼します。会長はじめ真島も冴島もこちらのお三方は長いこと姿を隠していた。2年前のカムロ町参詣作戦以来ずっとな。今この部屋にいることを知ってるのも俺とお前たちだけだ。カムロ町の参詣作戦って若が始めた浄化作戦でしたよね。ああ、お前も知ってるだろうが、あれが成功した陰には東上会の内部情報があった。知事になった正人にこの情報を漏らしていたって噂は聞いてるだろう。うん。情報を漏らしていたのはこの俺だ。六代目が何も言わねえとこ見ると何か裏があるんですよね。あるんでしょ六代目。おいイージいいんだ、俺からきちんと話す。荒川の親分は東上会を裏切ったわけじゃない。東上会の内部情報を漏らしたのは俺の了解を取った上でだった。え？俺が頼んで荒川さんには欲深い非情な裏切り者を演じてもらったんだ。そしてそれが結果的にお前を銃で撃たせることにもなってしまった。荒川の親分を責めるんじゃない。説明はそれで終わりじゃないですよね。そこまで言ってくれたってことは全部話してもらえると思っていいんですね、六代目。ここまで押しかけてこられちゃもう逃げられないからな。いいですよね、荒川さん。来た甲斐があったな、一番よ。事の始まりは正人が青木亮として都知事にまでなった時だった。あいつはカムロ町参詣作戦で東上会を潰すための内部情報を荒川組によこすように言ってきた。もし断れば暴対法をどうにでも使って組が潰れるまで何度でも俺を逮捕させると脅しをかけてな。若が親さんにそんなことを。ああ。そして俺が困っていたところに沢城が提案してきた。正人の要求を飲むことで荒川組の存続に目こぼししてもらう取引をすべきとな。正人に従えば組を追い込むような真似まではしないはずだと。沢城は正人を俺よりも甘やかしちまうところがある。だが俺は即断しなかった。いや、できなかった。筋の通った話じゃねえからな。だから正人から頼まれた話をありのまま六代目のお耳に入れることにした。もし俺が正人の頼みを断ったとして正人はおそらく他の組に同じ脅しをかける。そしていずれは東上会の他の誰かが組織を裏切るはずだ。そいつを見過ごす気にはなれなかった。それにこちらの会長は正人とは世代も近い。若い人間の考えることは若い人間に相談するのが正しいんじゃねえかって考えたんだ。実の親子の縁ってのは抜きにしてな。六代目もじじい殺しやの。そのじじいの中にはお前も入っとるで、兄弟。もし東上会の情報を引き渡さなければ荒川さんは何らかの難癖をつけられて逮捕されてたろう。暴対法は解釈の仕方次第でヤクザをどうにでもできる法律だ。結局政治家や警察の一部官僚が都合のいいように暴対法を使って極道を好きに動かせるのが現状なら、今の極道のあり方には何の価値もない。いずれ大門を掲げることはむしろ連中の奴隷であることの証ってことになる。東上界の大門が奴隷の証？言い過ぎたか。
だが今の流れが行き着く先はそこだ。そして実際にそうやって刑務所に送られていた男がいたな。警察の嫌がらせに逆らった下っ端組員の使用者責任を問われて刑務所に行った男。それが近江連合若頭渡瀬勝。日本最大の極道組織を動かす事実上のトップだよ。明日出所し次第この近江連合本部へやってくる。その時を迎えるために今まで俺たちは姿を消してきた。渡瀬の出所を待ってたって何をする気なんですか、あんたらは。まさか渡瀬ってのを。襲うとでも言うのか。そんなことをして何になる。はい、確かに。じゃあ何を。日本の二大極道組織近江連合と東上会を解散させる。その届けを出すと渡瀬に宣言してもらう。はあ、解散宣言。近江と東上会が。渡瀬も俺と同じ考えを持っている。無所の中で心変わりさえしてなきゃな。解散って、そんな真似されたら現役の極道が黙ってねえんじゃ。ああ、明日はここで何が起きるか誰にもはっきりした予想は立ちゃしねえ。だから一人でも多くの味方がいるんだよ。それも絶対に信用できる味方がな。店がそう言ってなかったか、一番。あ、なるほど。昨べはそれでおやっさんと話ができたってわけですか。たくもう俺が手回すの待ってくれりゃスムーズにいったのに。俺の性格は知ってんだろう。待たせたおめえが悪いんだ。真島さんや斉島さんとやり合っちまうなんて、話聞いた時はもう生きた心地がしませんでしたよ俺。他に失礼はなかったでしょうね。うるせえな、余計なお世話だ。おめえには関係ねえだろ。まあとにかく今日はこれから渡瀬の頭が出所して本部に来ます。おやっさんも東上会のあの人たちもこの日のために長いこと耐え忍んできました。あとはもう手はず通りに動くだけなんで。手はず通りにか。これからやることがおやっさんの信じる正解だって言うんだな。俺もそいつについてくさ。兄貴、今日これから起きることにおやっさんも命がけでやってきたんです。そして俺たちには今一人でも多くの味方が必要です。兄貴、本当に力を貸してもらえますか。まだそんなこと言ってんのか。もう俺の腹は決まってる。偉人町の仲間たちもやる気満々だ。どうせここまで来たんならしっかり祭りに参加するってな。そこまで乗り気で行ったわけじゃねえけど、一番が言うなら俺らも付き合うだけさ。じゃあ準備ができたらタクシーで本部にお越しください。俺が出迎えしますんで中にはすんなり入れます。それじゃあまた後ほど。おう、待て。あいつ名前なんだっけ。天道だ。近江の頭補佐だな。あいつどっかで見たんだよな。どこで。ごちゃごちゃ抜かすな。どないだっとるんや。なんで踊りがここにおる。どないして入り込みよった。天道、そいつら通してやってくれ。俺の客だ。
客でっか。せやけど大公、確かこいつは俺の銃弾を真っ向から胸で受けてくれた男でね。今日は頭の出所祝いに自国から駆けつけてくれたんだ。ほう、そいつは感心でさ。ほな、もしこいつが何か問題を起こした場合は、あんたがきっちりケツ持ってくれるっちゅうわけですな。請け負うよ。今日は何が起きるんや？楽しみにさせてもらうで。期待していいぜ。何しろ近江連合がひっくり返るような騒ぎが起きるんだ。何？偉人帳でしたこと、今度はあんたらがされる側だぜ。思い出した。あれは元スーパーヘビー級のボクサーだ。挑戦者からの八百長に乗って結局支払いを渋った連中を殴り殺したっていう野郎だ。おお、あったな、そんな事件。あいつがそうだったのか。頭、よくお戻りで。お疲れ様でした。いいか、カムロ町に送り込まれた近江連合の幹部は全体の約半数。蒼天堀に残ったいわゆる由緒正しい幹部たちは全員本部のホールに渡瀬の出所を祝いに来る。その時渡瀬は懐に書状を用意しているはずだ。わずかな人数で私たち関西近江連合が立ち上げられたのは100年以上前になります。創世紀には敵対する組織との抗争も引き起こし、多くの人命が失われた歴史もあります。地域住民の皆様におかれては、我々に対して恐怖感、威圧感を抱かれた方々も多く、誠に申し訳ございませんでした。つきましては、現会長および組若頭渡瀬勝の連名により、本日をもって関西近江連合を解散いたします。嘘やろ。大阪府警本部長殿。どないなってますんや、頭。何言うとるんや。東上会六代目堂島大吾だ。東上会？なんでそんなんがここに。東上会も近江連合と同じく本日をもって正式に解散する。俺と渡瀬さんは互いに今回の組織解散の見届け人だ。このことは病床にある近江連合会長並びに若頭代行荒川真澄も了承している。アホ抜かせ。そんなわけあるかい、ボケ。ミツがそう言ってなかったが、一番思い出したか？ええ。でもまさか東上会と近江連合の同時解散なんて。
ああ、もちろん。それがトップの決断だとしても組員の多くが反対する。結局頭がすげ替えられただけで新たな跡目争いのドンパチが起きることにもなりかねねえ。だから根回しする時間が必要だった。根回しって、そんなの誰がどうやってやるんです？それを6代目が絵を描いてくださったんだ。正確には俺と渡瀬がな。渡瀬も俺と同じく極道の未来に憂いと疑問を持っていた者同士だ。そして同時解散という結論を互いに出した時、問題となったのは日本最大の極道組織近江連合をどうやって穏便に解散させるか、その一点だった。まっとうに直参幹部を集めて相談したところで受け入れられるわけがない。しかもカムロ町三景作戦と前後して大阪では渡瀬が刑務所に入ることになり、トップ不在の状態になっていた。下手に動くとクーデターも起こりかねない。ですよね。そして考えたことは三景作戦を逆手に取ることだった。逆手に取る？それには2つやるべきことがあった。一つは三景作戦を成功させることだ。成功させる？そのために荒川さんには東上会の情報をあえて漏らしてもらい、カムロ町から東上会を追い出す流れを助長してもらった。そしてその三景作戦はあっさりと成功する。まあ青木は自分の手柄に思わせたつもりだったろうが、真実は我々がそれに乗ってやったまでということだ。なるほど。そして俺が6代目に頼まれた2つ目とは、欲深く非常な東上界の裏切り者という立場を死んでも演じ続けること。そして東上界が消えたカムロ町に近江の連中を引き込むことだった。荒川さんは見事に蒼天堀で巨大になりすぎた近江連合の力を半減させることをやってのけた。そのおかげで今この蒼天堀にいるのはカムロ町に半数以上の兵隊を持っていかれた近江連合ってことだ。じゃあおやっさんの狙いはまさに今この状況を作るため。そして期限も間に合わせてくれた。渡瀬の出所日、同時解散宣言の日に。どれ渡せ、この裏切り者が！今日のために念入りに研いできたんやで。最初の餌食になんのは誰なんや？やっぱ東上界伝説の幹部は一味ちげえな。感心してる場合かよ。こいつらが全員近江の幹部か。カムロ町に半分行かせてもこんなにいるんじゃねえかよ。そんな嬉しそうな声あげんなって。嬉しかねえよ。わしらはこれから大阪府警に解散届を出しに行く。文句が出るのは百も承知や。せやけどな、俺らも極道やったら力ずくで止めてみるや。なるほど、そういうことやったんですが、荒川。天道、こないな喧嘩一生に一度きりや。そしたらとことん楽しめる方につかなおもろないわな。お前も裏切るんか、天道！味方になると頼もしいね。それでも全然手が足んねえって。だから俺らまで駆り出されたんだろう。ここで俺の都政も終わりだな。でもそれを一世一代の大喧嘩で締めくくれるわけだ。伝説の極道たちと一緒によ。くそー、
血がたぎるってもんじゃねえか。クソがいい加減にさらせ。渡せ。やべ。渡せ。なんだ。やっぱり生きとったか。帰ってきよったな、堂島の竜が。あんたが見つけたのか、あの人。あの人。何を言うとるんや。そいつは臨時雇いのただの用心棒や。名前も知らんで。こっちは任せろ。お前ら前だけ見てりゃいい。後ろは俺が死んでも守る。誰だか死ねえが美味しいとこ持っていけやがる。よっしゃ、おかわりと行こうか。まだまだ食い足りねえぞ、こら。これで全部か。やったぜ。じゃあな春日、一つ借りとくぜ。よう、イチ。大家さん。すみません。体のやつが言うこと聞かなくて。寝たままで構わねえよ。お前のおかげだ、イチ。お前が仲間連れてきてくれなきゃ危ねえとこだった。いえ、仲間のおかげっすよ。そうか。いい仲間を持ったな。うん、いいことだ。おやっさん、今まで本当によく生きててくれたな、イチ。おやっさん。おいおい待てよ。なんだよそれ。あんたが六代目をずっとかくまってたって。イエスね。さっきからそう言ってる。オーケー？言ってる意味がわかんねえよ。ま、必要以上に金があるといろんな方面につてができるもんでね。六代目の大悟くんとは親しくさせてもらってたってわけ。とは言ってもドライな関係ではいたいんだけどさ。カムロ町三景作戦の時に助けがいるって頭下げられちゃってね。じゃあ真島さんや冴島さんも？もちろん。
伝説の極道たちっつっても案外気さくなもんだったよ。俺んとこにいる間はさ。ところがそんな彼らを奇遇にも別口であった一番が助けることになるなんてね。助けるなんて俺らは大したことしてねえって。まあおやっさんたちに胸借りて無我夢中で喧嘩を楽しませてもらってただけだ。一世一代の喧嘩をな。おお、一番くんはおやっさん大好きだよね。おお、今日は二人で会うんだ。デートってとこだな。おお、デート？今度その話を聞かせてね。ああ、たっぷりのろけてやるから覚悟しとけ。そっちが先役だったのに悪いな、一。星野会長とはもう40年ぶりだよ。そんなのから誘われちゃ断れねえからな。いや、だからもういいですって。相手が平安楼の北京ダックじゃ俺に勝ち目はねえし、そもそも俺なんかがおやっさん飯に誘うのが身の程わきまえてなかったっつうか。バカ野郎。俺はこの年で何の肩書きもなくなったただのジジイだぜ。飯食う相手に身の程もクソもねえ。近江連合の解散届が出されて蒼天堀は落ち着いているんですか？まだみんな戸惑ってるみてえだな。近江の組員たちもわしの肩書きの皆さんも。100年続いてたもんが急になくなっちまったんだ。それも当然だろ。近江の跳ねっ返りが暴れたりはあってもたかが知れてるだろうな。解散届をあれだけの大人数で止められなかった。言い方は悪いが奴らのメンツは今回の一件で丸つぶれ。そんなのが今さら騒ぎ立てたところで恥の上塗りだ。そこまで見越しての計画だったんですか？いや、やれることをやった結果ってだけの話だ。先を見越すだなんだってそんな余裕俺にはなかった。ところがそんな風には見えねえからおやっさんは役者なんすよね。蒼天堀の一件でマサトは怒ってるだろうな。怒り狂ってるはずだ。何の相談もなくあいつが後ろ盾にしていた近江連合を解散させたんだからな。あいつの感触だけは俺も昔から弱らされたもんだ。はあ、いくつになってもそういうもんは変われねえもんなのかね。親子ですからね。だがそうのんきなことも言ってられねえ。え？六代目は私はあいつが都知事になる前からヤクザ組織の解体を考えてた。むしろ正人が俺に登場会を売るように迫ったことでその計画が早まったって見方もある。正人は自分の権力が膨れ上がる味を知っちまった。いい加減それがでかくなりすぎる前に止めてやらねえとあいつは身を滅ぼす。きっと手にしたもの全てを失ってしまう。そんなあいつの姿を俺は見たくねえ。さあそろそろ行くか。おやさん。さっき何の肩書きもなくなったって言ってましたよね。じゃあこの先おやさんはどうする気なんですか？これから何を？六代目は私たちは
組織を解体した後、やっぱり極道でいることしかできねえって人間が山ほど出ると思ってる。実際にはそうだ。そういう行き場のない奴らのためにいずれ何かしら合法的な受け皿を作りたいと言ってた。その時期が来たら俺もそれを手伝ってみたい。なるほど。じゃあ体は空いてるんですね。ああ何して時間潰していいか分からねえ。定年迎えたサラリーマンってな、こういう気持ちなのかね。ならこれからまた俺をおやっさんの子分にしてくれますか。石井、おめえ、俺はおやっさんの子分でいる自分が一番好きなんですよ。16の年に命助けてもらって以来ずっとです。俺はお前を正人の代わりに無所に行かしたんだぜ。18年もだ。組のためだと嘘までついて。でも納得して入ったんですから。その上出所してきたお前を俺は銃で撃った。でも助かると見込んでのことですもんね。いや、お前が生きて戻ってきたのは全部お前自身の力だ。俺がお前にしてやれたことなんていくらもねえ。いくらもねえどころか恨まれてもしょうがねえことしかやってねえんだ。じゃあ俺に少しでも悪いと思ってんならまた俺を子分にしてくださいよ。なあ一お前、ソープの桃源郷で生まれたんだっけな。ええ、そうらしいです。でもすげえ話だよな。俺にはその話がトラウマになっちまってる。夢を見る時があるんだ。夢ですか。ああ、40年前の大晦日、茜があいつが赤ん坊を産んでる場所は桃源郷なんだ。正人がソープでそんなわけねえのによ。やめてください。恥ずかしいっす。恥ずかしいことなんてねえ。お前は地に足をつけてしっかり生きてる。生まれた場所なんて関係ねありがとうございます。会いてえか、父ちゃん母ちゃんに。どうなんすかね。わかんないっす。知らねえことがもう当たり前なんで。苦労したんだもんな。俺が言えたぎりやねえが。夢で見た話だとまったく不毛だな。見送りはここまででいい。また明日な、イチ。
はい、春日一番です。今出れないんでメッセージをどうぞ。清流会の星野だ。春日、これを聞いたらすぐに電話をくれ。今朝方、荒川の死体が港に上がった。荒川真澄はゆうべうちの親父と会食した後、一人で平安路を出て行った。撃たれたのはその帰り道ってことになる。犯人の目星は？解散させられた近江連合の残党ってとこだろう。実は蒼天堀の方でも昨日発砲事件があった。元若頭の渡瀬な、堂島大吾にもだ。無事だったのか？ああ、あいつらのそばには元登場界のレジェンドってのが何人かついているらしい。最強の用心棒だ。なるほど、あいつらか。お前らも用心するんだな。近江解散の最前線にいたんだ。的にされてもおかしくねえぞ。分かった、春日にそう伝えとく。しかしあの近江連合の、しかも次の跡目とまで言われた荒川組までが解散を目論んで動いていたとはな。これはとんだ裏切りですよ、沢城さん。もともと俺らは関東に拠点を置く同じ東上界の親戚団体同士。そんな俺らが荒川さんが書いたカムロ町から東上界を駆逐するという作戦に手を貸したのは、1にも2にも自らの組の存続のため。島代なんていう名目で実質上の上がりを収めさせる東上界のやり方にはうんざりしてたんだ。そんな状況が続きゃ、俺らみてえな都市圏に地盤を持たねえ組織は自利品だからこそ、不義理を承知で荒川に協力したんだぞ。あの約束はどうなるってんだ。荒川さんが近江連合のトップに立った後、8代目近江連合に俺らが直参幹部として取り立てられるっていう話はよ。ご心配なく、近江連合は解散させません。新しい看板を掲げて存続させます。関東の諸先輩方には大変なご迷惑をおかけしたと思っております。この落とし前はきっちりつけさせていただきますので、今日のところはこちらでご容赦いただきたい。まあね、あれですよ。我々としてもこれで荒川組さんとの縁を切ろうって腹じゃない。今後もいい関係を続けていければとは思ってます。そうだな。
まあ裏切りの首謀者だった荒川はどこぞの誰かさんがきっちり寄ってくれたわけだから、一応筋は通ってるしな。これからも困ったことがあればいつでも頼ってください。二代目荒川組さん。ありがとうございます。ああ何が筋だ。極道の端くれにもならねえ片田舎のカスどもが。なんだと？今なんて言った？沢城、お前。おたくらの協力なんぞ借りなくても荒川組は再生させますよ。東に集まった近江連合の連中を束ねてね。例だぞお前。荒川が下手を打ったのは頭のお前の責任だろうが。やめろ。何やさら。俺はな、お前らみたいな構想の一つも仕掛けられない口だけのヤクザが大っ嫌いなんだよ。何年か前までは東上界の機嫌を伺い、昨日までは荒川の親父の顔色を伺い、それが死んだら今度は先輩面して任教道のご指導が。ごたく並べてもな、ヤクザなんてもんは結局は暴力。強えやつに弱えやつが従う世界だ。助けて。死の子の言わねえで、てめえらはこっちの言うこと聞いてりゃいいんだ。このボンクラが。これからも俺らが作る新しい東京近江連合をぜひ応援してくださいや、先輩。ずいぶん勝手なことしてくれるやないか。お前との付き合いは長くないが、俺がどういう男なのかくらい知ってんだろ。はあ、知らんな。親はやられて黙ってられるほど俺の器はでかくねえんだよ。何が言いたいんや。やったのはお前なのか別の関西のガキなのかは知らねえが、親父を殺した奴のけじめ絶対に取らせてもらう。よーく覚えとけ。何言うとんねん。青木に命令されたお前がやったっちゅうことはその辺のチンピラでも知っとるが、因縁でっち上げて俺に喧嘩売って、それきっかけで新しい組織の頭取ろうっちゅう腹積もりなんやろうが、そうはいかへんで。まあ今東京にいる近江の残党がまとまるまでは待ってやる。それまでせいぜい母ちゃんの血でも吸っとくんだな。待たせたな。ガキ相手に本気になるクソヤクザども。世話になったっていううちのガキどこだ。荒川さんや、おめえんとこのこいつがうちの組員を半殺しにしてくれてな。どうけじめつけるってんだ。そうか。じゃあ指一本でどうだ。それでこいつを返してもらう。文句ねえだろ。借りるぜ。帰るぞクソガキ。鳴ってるよ電話。
星野だ。会長。大丈夫か？ええ、まあ。その声でか。ちゃんと飯は食えてるのか？いえ。そいつは体に毒だ。どうだ、平安楼で会わないか？平安楼。俺と荒川さんが最後に会った場所だ。荒川さんが食べたのと同じ料理をご馳走してやる。ええ。でも今は。いいから来い。わかりました。待ってるぞ。星野会長から呼ばれたんですか？平安楼に来いって。行くの？ああ。おやっさんの最後の様子も聞きたいしな。昨べの荒川は舞台から降りた役者みたいに穏やかな顔だった。それもそうだろう。近江連合の解散を成し遂げ、お前との再会を果たしたんだ。実にうまそうに北京ダックを平らげていたよ。俺がそんなに好きなのかって聞くと、なんとあいつは初めて食べたって言うじゃねえか。え？聞きゃ50年前に初めて食べる機会があったが、直前に父親を殺された。それ以来どういうわけだか食う機会を逃してきたらしい。俺は食事を終えた荒川をホテルまで送っていくと言ったが断られた。あいつは一人で夜風に当たりたいって言ってな。だから俺は黙ってあの人を見送っちまったんだ。あの時強引にでも俺が送り届ければ荒川が殺されることはなかった。失敗したよ。会長のせいじゃないっすよ。おやさんに手を下したのはやはり近江の残党なんでしょうか？間違いないだろう。荒川をやった理由はきっと解散に対する報復だ。つまり解散させられて迷惑を被っている連中だ。じゃあその中の誰がおやさんを？春日、関東にいる近江の残党連中が次なる組織編成に動いてるらしい。そいつらは今回の解散に黙っちゃいられない連中の塊だ。犯人はその中にいる可能性が高いかもな。新しい組織の連中がおやさんを？そしてその連中を裏で指揮できる人間がいるとすれば、今や表の世界も裏の世界も自在に操れるあいつしかいない。青木亮だ。じゃあ大家さんの殺しは若の指示？青木の意志が関わっていると見て間違いないだろう。そして荒川なき今、青木の勅令を受ける人間は限られておる。荒川の敵を取るがいい。必要であれば清流会から兵隊も貸してやる。俺に銃は必要ありません。敵を撃つ気はないと？いえ、
おやっさんは若の玉を取ることなんて望んじゃいないはずです。じゃあどうする？おやっさんは極道が権力者の手駒になることを憂いていました。だから一世一代の大芝居を打ってまで近江連合を解散したんです。つまり極道の本来あるべき姿、暴力で何かを奪うのではなく、力を持って弱きを助ける生き様を証明したかったんだと思います。なるほど。それを貫くため、おやっさんが辛抱し続けた日々に報いるには、人一人の玉取って解決なんてしちゃいけねえ。そんなやり方、あの世のおやっさんに顔向けできねえ。だから俺は若の目を覚まさせてやります。ぶん殴って思い知らせてやります。俺がやれることはそれくらいしか。つくづく荒川って男は幸せもんだな。いいんじゃねえか、お前の好きにやれ。俺が少し出しゃばりすぎちまったようだ。会長、そんな。しかしどうやって青木と会うつもりだ？都庁の受付で都知事に会わせてくれと言ったところで追い返されるだけだぞ。大丈夫っすよ。若に会うルートはちゃんと考えてます。なるほど、すでに策はあるということか。しかし青木に近づく以上危険は避けられん。清流会の兵隊を連れて行くがいい。もしもの時は骨は拾ってやる。会長の申し出はありがたいんですが、遠慮させていただきます。俺にはすでに最高の仲間たちがいますから。待っててくれたのか。どうだった？悪いな、俺一人最高級のコースをごちそうになっちまったぜ。ずいぶん元気になったじゃねえか。いつまでもメソメソしてたらあの世のおやっさんに怒られちまうからな。それよりも今から久米に会いに行こうぜ。久米に？なんでまた？若に引き合わせてもらうためさ。久米は小笠原の後釜に任命されたんだ。若とも繋がってるだろう。それは間違いねえが、俺は若の野望を絶対に止めてみせる。それが何よりのおやっさんへの弔いになるはずさ。なるほどな。だけど久米が素直に青木と引き合わせてくれるか？ま、多少手荒な方法でお願いすることになるだろうけどな。よし、そういうことなら今から久米ちゃんを探しに行こうぜ。探す必要はありませんよ。今日は公示日です。公示日？衆議院選挙の立候補者が一斉に届けを出す日ですよ。今日から選挙戦が始まるんです。詳しいな。今回の選挙には肉の壁の運命がかかっていますからね。で、久米の居場所ってのは？公示日の立候補者は選挙区のメインステージで第一声の演説を打ちます。神奈川2区の場合は伊勢崎ロードのゲート下です。伊勢崎ロードか。今から行ってみようぜ。法律を守る善良な国民が泣き、法の目をかいくぐった輩が高笑いをする。日本はいつからこんな国になってしまったんだ。正直者がバカを見るような社会はもうたくさんだ。私は法律を、この国の主権をもう一度善良な国民の手に取り戻します。皆様の貴重な一票をこの久米に託してください。まあ言ってることは間違っちゃいねえんだよな。
久米は本気でブリーチジャパンが表向きに掲げてる理想を信じてんだ。裏の悪事も知らずにか。そう考えるとある意味では久米も青木に利用された哀れな被害者かもしれね同情してる場合ではないですよ。よし行くぞ。おいちょっと通してくれねえか、頼むよ。ちょっとあなた、割り込みは迷惑ですよ。すまないけど、どうしてもあんたどこかで。お前あん時のボディーガード。こいつだけじゃなく周りもみんな近江だぜ。飛んで火にいる夏の虫や。この間の借りはきっちり返したるで。邪魔するつもりやったんやろうが、残念やったな。久米の演説は一回じゃねえだろ。この後いつどこでいつやる、全部言え。そんなもんホームページに全部書いとるわい。せやけどお前ら久米に近づくことは一歩たりともできへんで。どういう意味だ。久米を当選させることは都知事の勅令や。その生涯となり得るお前らは徹底的にマークされとんのや。見てみ。わしにも把握しきれんほどの近江組員が偉人帳に入り込んどる。無数の名がお前らを監視しとるっちゅうこっちゃ。くそ、常に青木の方が一手先を読んでるってことか。おっしゃる通り。確かに一地方自治の長である都知事が国政に介入するというのは前例がございません。しかし新しい試みというのは常に前例がないことです。青木さんね、あんたまだ若すぎるんだよ。国政ってのは学生の遊びじゃないんだよ。地方自治は学生の遊びだということですか。いや、そうは言ってないが。さあ、それではここで改めて世論調査の結果を見てみましょう。青木知事の幹事長就任を支持すると答えた人の割合は全体の 80% にも及んでます。その理由として最も多かったのがカムロ町3系作戦の成功ということですが、これに関してはいかがでしょう、青木さん。3系作戦については私だけではなく警視庁のお力添えも大きかったですね。地方自治と地方警察がしっかりと手を取り合った賜物かと。しかし君ね、東上会が壊滅したからってカムロ町からヤクザが消えたわけじゃないでしょ。噂じゃ関西のヤクザがいっぱい入ってきたとか。関西のヤクザとは近江連合のことですか。先日大阪府警に解散届を提出したと聞きましたが。そうだよ。でもそれはつまり危険を伴った3系作戦などしなくても彼らは自主的に消滅したってことじゃないの。危険を伴った作戦？
果たしてそうでしょうか。今回解散を主導したと言われる幹部の一人、荒川真澄が殺害されたのはご存知ですよね。つまりヤクザ組織が自主的に解散したと思われているようですが、現実としてその中身は決して平和的にはいかないということです。ところが三景作戦では一人の死者など出しておりません。これは私がブリーチジャパンの活動で得たノウハウが大きく作用しているわけです。今回の総選挙、民自党はブリーチジャパンから多数立候補者を立ててるわけですが、幹事長としての狙いは？一言で言えば民自党の若返りです。ブリーチジャパン立候補者は年齢も若く活力にあふれています。彼らの力をもってこの国に残るグレーゾーンを徹底的に漂白します。荒川の島で選挙に利用しやがって、てめえで殺したくせに厚かましいにも程があるぜ。ああ、前から信じちゃいねえが、政治家ってのが一層信じられなくなるんだな。ねえ、この後も久米は別の場所で演説するみたいだけど、どうする？さっきの様子じゃ久米には指一本触れられねえし、苦戦しているようだな。会長、お前が言ってたルートってのは久米を脅して青木を呼び出そうってことか。ご名答っす。だけど久米サイドに先手を打たれていて、会長はどうしてここに？さっき平安堂でお前に渡し忘れたものがあってな。で、会長、俺に渡し忘れたものって一体？俺に頼み事をしてた件だよ。忘れたんじゃねえだろうな。頼み事？あ？立候補者？久米を落選させて青木のメンツを潰す。そのためにお前はこの金を作ったんだろ？見つかったんですか？青木に勝てる立候補者？四方八方手を尽くして探したんだがな。いなかったか。でもいいアイデアを持ってきたぜ。え？アイデアって何です？春日、お前が出馬しろ。はあ？もう少し早く思いつきゃよかったんだが。ちょっと待ってください。なんで俺が出馬するんすか？俺なんかが選挙で勝てるわけないっすよ。だろうな。久米に勝てないどころか供託金が返ってくるほどの票も集まるまい。300万ドブに捨てるだけっすよ。捨てていいんだよ。はあ？それで久米を捕まえるチャンスが来るなら安いもんだ。久米を捕まえるチャンス？立候補者は狭い選挙区の中で選挙カーを走らせたり演説をやるわけだ。当然対立候補と出くわすこともある。そんな時は思ってなくても健闘を祈りますなんて言って握手をするのが礼儀だ。見たことあるだろう。接触できる大チャンスだぞ。俺が立候補すれば久米と接触できる？久米に比べればお前は無名の候補者、いわゆる泡沫候補に過ぎん。一方で久米は当選確実と言われている。その状況でもしお前が握手を求めた時、久米はお前を無視ができねえ。どうしてです？当選確実と言われる候補が泡沫候補を無視すればおごりと取られかねない。世論ってのは怖い。悪い評判ってのはすぐに広まる。そこで久米は嫌がおうでもお前と接触しなければならないというわけさ。お前の計画は選挙で久米を打ち負かすことだった。でも
今のお前が望むことは久米との接触だろ。違うか？ちょっと待ってください。一番は前科持ちですよ。それも殺しの。どんな前科だろうが刑期を全うした以上、立候補する権利は法律で保障されとる。どうするかすが。少し考えてみろと言ってやりたいとこだが、悠長なことは言ってられんぞ。立候補届は公示日の今日しか受け付けておらん。出馬するかしないかは今決めるんだ。俺出ます。マジかよ。でも法律的には問題ない。合法だ。ならば急いで選挙管理事務所に届けを出しに行くがいい。あそこは役所仕事だから夕方には閉まってしまうぞ。おい、今何時だ？やばいわよ。すぐ行かなきゃ。走るぞ。選挙管理事務所ってどこですか？馬車街道にある西浜ビルの中だ。あざっす。おありがとうございます。それでは選挙とは民主主義が民主主義であるための最も重要なシステムである。売名や興味本位で出馬することなど言語道断。しかし春日一番という男は殺人罪で18年間服役した元極道にもかかわらず、この神聖な選挙に土足で踏み込んできたのである。これは民主主義への冒涜に他ならない。これは敵に一歩先回りされてしまったようですね。どういうことだ？どうやら我々の作戦は久米サイドに気づかれたようです。つまり春日さんが先方に近づけないようにする気でしょう。久米が春日さんとの握手に応じなければならないのは、あくまで春日さんがけなげな泡沫候補であることが条件です。そこで久米はあなたを悪役に仕立ててその条件を変えようとしてるんでしょう。なるほどね。そんならこっちも汚名返上と行こうじゃねえか。お集まりの皆様、私がただいま紹介に預かりました春日一番です。おい、あいつが春日だ。カメラ回せ。マジ人殺し？あれが人殺しなの？あいつが立候補。やばくね？人殺しだってよ。人殺し。いやー、さすが有力候補の久米さんは器が違うな。こんな無名の俺を宣伝してくれちゃうんだもんね。おかげで知名度も一気に伸びるってもんです。ありがとうございます。皆さんご覧ください。あのふざけた態度。あれが立候補者としてあるべき姿でしょうか。選挙は前科者のお祭りではありません。前科者、つまり法を犯した者はこういうとこに立っちゃならんと。それがご不満だと。もちろんそうだ。確かに俺は18年間刑務所にいたよ。でもな、どんな前科があろうが
立候補できることは法律に書いてあんだ。現に俺の立候補届は受理されたからこの場に立ってんだ。俺がここに立つのを否定するってことは法律を否定するってことだよな。なあ、法律大好きなクメちゃんよ。その法律を否定するということではなく、ま、法律だって完璧なもんじゃねえってことだろ。そうですね。でもおかしいな。あんたらブリーチジャパンは散々法律に従えって言ってきたよな。完璧じゃねえものにどうやって従えばいいんだ。矛盾してんだろ。それはじゃあその矛盾の判断は個々の判断でってか。それです。だからそれがグレーゾーンだっつうの。久米さんよ、誰だって法律に従って正しく生きたいさ。でも法律が完璧じゃねえように人間も完璧じゃねえ。どっちにも矛盾がある。あんたの言う通りさ。人間ちょっとした間違いから下り坂を転げ落ちることもある。この町に流れ着いた時の俺がまさにそうだった。そして俺は助けられた。でもそれは法律に助けられたんじゃねえ。法律の矛盾の隙間で生きてる人たちに助けられたんだ。彼らの全員が望んでグレーゾーンに生きてるわけじゃねえ。そうならざるを得なかった奴らばっかりなんだ。でもあいつらお天道様の下で頑張って胸張って生きてんだ。あいつらだって俺だって法律も大事だけどもっと大事なもんもいっぱい知ってるぜ。法律のために人がいるんじゃなくて人のために法律があるんじゃねえのか。その順番ってのが大事なんじゃねえのか。久米さんよ。春日の言う通りだ。俺は胸を張ってお前を支持する。私もだよ、一番。俺はだ、春日に投票するぞ。頑張れよ一番、応援するぞ。俺たちは春日の味方だ。久米なんかに負けんじゃねえぞ。久米さん、俺はあんたに恨みがあるわけじゃない。今日からお互い堂々と選挙戦を戦おうぜってことでよ。今からそっち行くから一つ握手でもしようや。撤収だ。おい待てって。おいちょっと久米さん、まだ演説が途中ですよ。待ってください久米さん。こうして突発的に始まった論戦は有力候補の久米陣営が撤退する形で幕を閉じました。前科あり元極道という異例の春日候補は早速 SNS を中心に話題となっております。役に立たない奴らばかりだ。久米といい、お前といい。こんなざまになってるのも全てはお前の不始末の結果だ。沢城、お前ここんとこ様子がおかしいぞ。で、報告ってのは？新体制の件ですが、しばらくは東京近江連合という仮の野合で動くことになりました。当座の兵隊と資金も問題ないかと。今後は各ポストの人事を。お前偉そうに言ってるが会長にでもなったつもりか。いえ。お前が荒川組でそれなりの地位についたのは決して実力じゃない。周りが俺の顔色を伺ってお前を持ち上げただけだ。お前は昔から金魚の糞みてえに俺の後をついてきただけだからな。俺も昔のよしみで情けをかけてきたが、東京近江連合は違う。会長に据えるのは実力のある人間だ。お前にその器があるのか？はい、
そのつもりです。だったら24時間以内にこいつの弾を取ってこい。もしもしくじったらどうなるかお前ならわかるよな。なあ。おい。ちょっと。よし、まだ久米は俺らに気づいてねえ。무슨 일이지? 뭐라고? 何卒よろしくお願いします。よろしくお願いします。何卒よう春日だ。春日候補が来てるぞ。カメラ回せ。論戦だ。昨日の論戦の続きですか、春日候補。いや、昨日は久米さんの上げ足を取ってすまねえと思ってな。今日は和解をしに来たんだ。和解の必要など。マスコミの目がある前じゃなんですから、二人っきりで話しましょうか。うん、それがいいですね。じゃ、久米さんの選挙カーお邪魔しますね。はいはい、こっから先はちょっと勘弁してくださいね。春日さん、どうした？星野会長の命が狙われています。はあ、今日清流会に襲撃があるとコミジュルへ闇情報が入ったんです。的は星野会長。孫妃も清流会に異変があるようだと言っています。会長が狙われてる？久米も青木亮も今は後回しにするべきかと。また来るぜ。清流会でトラブルだ。急ぎらしい。え？おい、なんだよ。久米はもういいのかよ。高部の頭。春日。撃たれたのか？近江連合だ。銃を持ったのが一人、他に約10人。親父とこに向かった。親父が。会長の部屋？増えたな。頼む、急いでくれ。来よったのう、春日。近江連合。会長は？そこでもうちょい待っとき。まだお掃除が済んどらんのや。なんだと？てめえらざけんじゃねえ！沢城の遅えよ、一。あんたが会長を？お前はいつだって遅えんだ。使いに行かせてもしのぎに行かせても。なんで星野会長を？偉人さんにはこれがとどめになる。
清流会トップのこのじいさんがこのグレーゾーンのブレーンで偉人帳にとっての支えだったからな。あとはほっといても勝手に崩れ落ちる。若はそうお考えだ。若もあんたも何を怖がってんだ。今さら星野会長を消さなくったってあんたらはもう勝ったも同然だったろ。飛ぶ鳥を落とすって青木亮がなんだって今さらこんなことを。お前のせいだと言ったらどうする？何？おい、一番なんてな。この選挙区が若にとってどれだけ大事なのかお前も知ってるはずだ。なのに殺しの前科持ちのくせに衆院選に立候補なんだ。悪ふざけにも程がある。若はお前が目障りなんだよ。俺が当選するのが怖いとでも？冗談言うな。万に一つもねえだろ。じゃあなんで星野会長を襲った？若はな、万に一つもねえもんでも目障りなもんは許せねえんだ。だったら俺を殺せばいいでしょう。そうできりゃしたさ。だがお前は随分人目を引いてくれた。今殺しの的にするにはタイミングが悪すぎだ。だから代わりに会長を？ああ、お前の後ろ盾は偉人さんの連中だけだ。今お前に手を出せない以上、やれることで最も効果がある選択をしたまでさ。若は何かをやるとき裏から手回さずにはいられねえのか。絶対負けねえように保険かけずにはいられねえのか。いつからそんなになっちまったんだよ。俺はあんたらには取るに足らねえゴミみてえなもんだろ。なのになんでそこまでやる必要があんだよ。どうなってんだあんたら。荒川のおやつさんを殺したのもあんたなのか。さあな、もうどうでもいいだろそんなことは。さわしろおら。白黒つけようぜ、一。頭、何やってんだよあんた。俺の知ってる沢城城は何でも考えなしに人の言うこと聞く男じゃなかったぜ。たとえ若の命令でもな。どんな理由があっても荒川のおやつさんを殺すなんてこと。俺には若の命令が絶対なんだ。あの人を守るのが俺の生きる道だ。俺にはおやつさんを守ることが生きる道だったんだ。そうだよな、よく知ってるよ。頭、荒川の親父を殺したのは俺じゃねえ。でも俺のことが目障りで若に命令されたんじゃ。命令はされたさ。は？若の命令に逆らったのは
後にも先にもあれっきりだ。俺に荒川真澄は殺せねえ。もうとっくに人手なしの俺にもただ一つその命令だけは飲めなかった。飲めるわけがねえ。やっぱり沢城の頭もおやっさんのこと。違う。極道が都政の親を殺せねえって言いてんだろ。違うんだ。その理由を俺は若にさえ、いや誰にも話したことがねえ。どういうことですか？俺が荒川真澄を初めて見たのは杯を受けるよりもう少し前のことだった。15の頃だ。俺はどこにも居場所がねえ、どこにでもいるガキだった。あの頃の俺はカムロ町でひたすら喧嘩に明け暮れてた。金もねえ、未来もねえ。家に帰りゃアル中の親父に殴られる毎日だった。そういう状況で支えになんのは結局行き場のない人間たちだけだった。彼女のことはもう名前も思い出せねえ。とにかくその女と二人で先行きの見えないままごと暮らしを始めた。そして彼女が俺の崖をはらんだと告白した時にはもう下ろすこともできねえ時期になっていた。どうすんだよおい。俺らに育てられるわけねえのに。いつか間違って流産でもすりゃいいと俺たちはそうやって日増しにでかくなる花を見て見ぬふりして病院にも行かなかった。でもガキは生まれちまった。あの娘が出産したのはデパートのトイレだった。俺が道路工事のバイトをしてる最中にたった一人で産んだらしい。どうしよう。全部なかったことにする。都合の悪いことは見えないところに追いやってしまえばいい。それまでもずっとそうやって生きてきた。あの頃の俺らには違う生き方を教えてくれる大人はそばにいなかった。だから地獄に落ちちゃうね、私たち。絶対に。今さらなんだよ。俺はもう全部忘れた。寒い。早く帰ろうぜ。やっぱり私戻る。ふざけんな。もういいだろ。忘れろよ。嫌だよ、戻らなきゃ。おいよせって。離してくそ。あのロッカー、あの人なんであそこを開けようとしてるの？赤ん坊がいるって気づいた。でもなんで？俺でもよかったんじゃねえか。いいんだよ。あとは
あいつが面倒見てくれるって、なんだか知んねえけど助かったんだよな。これでよかったんだよ。おいおい、大丈夫か？しっかりしろ。どけ！じゃあおやっさんはあんたの赤ん坊ってことは、その赤ん坊は荒川雅人、若だ。若はあんたの息子？お前も親父に聞かされたんだろう。大晦日の夜、親父は女と子供を氷川興産に狙われて、赤ん坊の受け渡しをロッカーでやることになっていたことを。でもその時、まさかもう一人別の赤ん坊がコインロッカーにいるとは思わなかった。思うはずねえよな。だから聞こえてきた赤ん坊の泣き声を頼りに、親父は間違ったロッカーをこじ開けちまったってわけだ。あの夜から5年、俺の子を産んだ女はもうそばにはいなかった。でも荒川真澄は、親父はカムロ町で生きていた。車椅子の息子と一緒に。あの男は確か。あの子供は。その日から俺はその男のことを調べた。若くして自分の組を立ち上げた荒川真澄のことは町で聞けば知る人間も多かった。だからいろんな話が聞けた。車椅子の子はずっと歩けない体だということ、それが生まれた夜に重い低体温症にかかったせいだということも。よせ、雅人。なんで僕の足だけ歩けないの？みんなは歩けるのに僕だけなんで？その言葉はそれから何日もずっと耳の中にこびりついて離れなかった。子供のことがなくても俺はいずれヤクザにでもなるしかなかったような人間だ。ずっと半端な人生だったからな。そして考えた。本当に構わねえんだな。一度交わした杯は二度と戻せねえぞ。はい。もし杯をくれる人間を選べるなら荒川真澄を置いて他にはないと思った。それなら飲み干せ。殺しの荒川組はその頃なかなかの羽振りだったしな。殺しの荒川組はその頃なかなかの羽振りだった。それがおやっさんから杯をもらった理由か。違いますよね。あんた若のそばにいるためにおやっさんと杯を交わしたんだ。そうでしょう。そのことを若は知ってるんですか？さっきも言った。他人にこの話をしたのはこれが初めてだ。墓まで持ってくことになるもんだとずっと思ってたからな。じゃあなんで俺らには。俺からも聞きたいことがあるからだ。聞きたいこと？何ですか？さっきのコインロッカーの話にはまだ肝心なとこが抜けてると思わないか？肝心なとこ？親父に連れ出されたのが俺の子だったなら、
親父の本当の子はどこに行った？そういや。親父の女は名前を茜さんと言った。そして親父と知り合う前は桃源郷ってソープで働いてたらしい。桃源郷って、そこは俺の生まれだ。ああ、今から言う話はあくまで俺の想像だがな。あの大晦日の夜、茜さんは腹ん中の子供ごと命を狙われてると、そう電話で知らされた。慌てて産婦人科を出た彼女は逃げる途中で産気づき、どこか埋める場所が必要だった。追われる身で少しでも安心して埋める場所、それは昔自分が勤めていたソープ桃源郷だったのかもしれない。するとそういえばその日、その場所で生まれたって男がいたな。まさか、それじゃまるで俺が。まさか。親父がコインロッカーから若を連れて行った後、俺はもう一人の赤ん坊を見ている。どけ！騒ぎが収まった後も俺と彼女はずっと動き出せずにいた。死ぬはずだった子供が救われて、あとはもう知らん顔してりゃいい。少し安心した気持ちにもなってた。でもなぜあのヤクザはあんなに必死になって赤ん坊を助けたのか。泣き声で気づいたにしても誰かに声をかけることもしねえで助けたのはなぜか。安堵と疑問が複雑に絡まって頭が破裂しそうだった。でもその理由はしばらくして分かった。店長、ロッカーってこれですよね？鍵のかかってないロッカーだ。片っ端から開けてみるぞ。わかりました。あの人たち何してるの？わかんねえ。まさかこれか？いいね。あ、言いました。店長、言いました。ここです。いたのか。ああ、そっか、いたか。ってことはうまくいかなかったんだな、受け渡しは。あ、嘘。赤ちゃんがもう一人。どうすんです？警察に届けたりとか。いや、少しの間預かっとく。茜ちゃんが迎えに来るまでな。あの子大丈夫なんすかね？命を狙われてるとか言ってましたけど。そん時になってやっと俺は分かったんだ。赤ん坊の取り違いが起きちまったってな。赤ん坊の取り違い。ロッカーにお前を託した茜さんはその後氷川興産に捕まるまで逃げ続けていた。その間受け渡しが失敗した時の場合に備えて赤ん坊がロッカーにいることを信頼できる誰かに伝えた可能性は高い。残された赤ん坊を取りに来た二人組が誰だったのか俺は知らん。しかしそれがお前の育ての親、ソープの店長春日二郎だったとしたら、お前は荒川真澄の息子だ。バカ言え。
そんなわけが。親父との DNA 鑑定をやることができれば全部はっきりする。だがそれまではあくまで想像の話でしかない。俺の話が必要のないたわごとだと思うなら忘れてくれ。待ちなよ。清流会の会長を殺しといてこのまま逃げられるとでも？なら好きにしろ。どうせ俺にはもう先がねえ。青木亮に荒川の親父を殺せと言われて俺はそれを断った。その時点で若は俺を切り捨てるつもりでいたんだ。だから俺に星野会長を殺せっていう無茶な命令をしたのももはや俺は三下の鉄砲玉みてえな使い方くらいでいいと思ったからだろう。なんだと？頭、おやっさんを殺したのがあんたじゃねえんなら誰がおやっさんを？確証はねえが頭補佐の石尾だかもな。奴が今若のお気に入りだ。荒川の親父が死んで以来のな。石尾だ。あの野郎がおやっさんを。沢城、おめえはこのまま行かせるわけにはいかない。本当ならこの手でぶっ殺してやりてえとこだが、まっとうに罪を償え。まっとうにか。今まで俺の人生にそんなことは考えたことなかったよ。그거 믿을 만한 정보 맞아? 그렇군. 혹시 또 뭐 나오면 연락해. どうした？星野会長が狙われているとそう教えてくれた匿名のタレコミですが、ネタ元はどうも沢城本人だったようです。何？なんで沢城が自分からバラしたんだ？つまり沢城は星野会長を殺したくはなかったんでしょう。彼は春日さんに自分を止めて欲しかったのではないでしょうか。があなたに直接それを伝えればはっきり青木亮を裏切ることになる。ですから匿名で情報を流し星野会長が殺される前にあなたが間に合うかどうかを天運に任せた。でも私たちは間に合わなかった。いつも無茶なことばかり言いやがるんだ。あんたは頭。そん時になってやっと俺は分かったんだ。赤ん坊の取り違いが起きちまったってな。
お前は荒川真澄の息子だ。ああ、40年前の大晦日、茜があいつが赤ん坊を産んでる場所は桃源郷なんだ。正人が祖父でそんなわけねえのによ。もしかして大安さんはずっと俺を自分の息子だと。おやさん、くそ、どうして。何？なんだよ急に。みんなお前のことを心配して。話をつける。え？誰と？青木玲緒と話をつける。話つけるってどうやって？だいたい奴が今どこにいるかも。なら久米に聞く。あいつはどこだ。若の居所を聞き出す。ああ、久米だったらまたどっかで街頭演説かもな。とりあえずブリーチジャパンの事務所じゃねえか。事務所？白陵ビルか。今から行くぜ。おお、わかった。俺らも行くからよ。よう春日か。ちょうど呼び行こうと思ってたとこ。近江連合の皆さんです。名乗るつもりはないようですがね。連中こっちを見てるだけだ。そうなんだけどさ、ただどんどん数が増えていくんだよね。何はともあれ俺らが気に入らねえってとこか。そいつお互い様だな。おい、出かけるんだ。邪魔しねえでくれよ。は、そこにいたいんなら勝手にしろ。俺らは行かせてもらうぜ。は、いいね。もう細けえ理屈はいらねえようだな。なら遠慮しねえでかかってこいや。おい。ああ。ねえ。おい。なんや踊れる。なんで俺らを襲うんだい。沢城藩を殺に突き出したわ。踊れらやろうが。お前らこそなんや。踊れら何しに来たんや。久米に用があってきたんだ。あいつはどこだ。知るか。くたばれやボケ。久米はどこだって聞いてんだ。早く答えろや。これ。ちょっと一番やりすぎよ。ハケ、久米はどこだ。
だんまりか。根性見せてるつもりだろうがよ。俺も腹くくってここに来てんだ。あと100発でも200発でもてめえを殴れる自信があら、根性見せるつもりなら試してみるか。質問に答えろ。久米はどこだ？そうかよ。じゃあ渾身の100連発受けてもらうぜ。偉人町にはもうおらん。カムロ町に行きよった。何？カムロ町に行っただと？踊り、この間選挙カーに押し込んできよったら、せやさかい久米は都知事に青木亮に泣きつきに行ったんや。もっと警備を増やしてもらわんと選挙ができへん言うてな。困ったものですね。国政に出ようという方がそんな臆病なことでは。なら久米じゃなくてもいい。青木亮に会わせろ。そんなんわしに言われても。おやっさんを殺して星野会長を殺して答えたやん。知っとること答えたやんか。町を荒らすだけ荒らして残ってんのはてめえらみてえな役立つの雑魚だけか。ふざけんじゃねえぞこら。燃やせ一番。うるせえ。俺はな、若と荒川雅人と話しなきゃならねえんだ。あの人は何も分かっちゃいねえんだよ。やめろ。誰だ。あんたなんだ偉人町に。通りすがりだ。なわけねえだろ。誰なんだよあんた。大阪じゃ味方してくれたよな。おやっさんとはどういう身の上話をする気はねえ。はあ？俺は日の当たるとこじゃ生きられない人間だ。だからこそ手に入る情報を持っている。何の話で？青木亮の次の一手はまたこの偉人町で刺される。何？次の一手ってなんだい？お前にその中身を伝えるつもりだった。ついさっきまではな。なんだと？知ってんならさっさと教えろ。今のお前を見てると素直にそういう気にはなれねえな。だと？気に入らねえな。そんな目であんたに見下される覚えはねえ。もう抵抗できねえって相手を人に止められるまで殴る男は見下されても仕方ねえんじゃねえか。情報ってなんだよ。若の次の手ってのは何なんだよ。ああ。そんなに頭に血昇ってるようじゃ理解できねえ話だ。時間はまだある。夜になったら小見汁に来い。俺はそこで待ってる。小見汁？今小見汁では孫妃がシステムの復旧の指揮を執っています。復旧のめどは立っていないとは聞いていますが。なるほど、そっくりだな。何か？いつだったかお前とよく似た男に会ったことがある。だが俺の目の前でそいつは死んだ。おお、夢でも見られたのでは？聞いた話じゃその死んだ男は組織の中で影武者も使ってたらしい。つまりそれがお前だな。ご自身の記憶は夢ではないと？はっきり言え。
影とは主のために身も心も同化させ、それを一生貫く覚悟を持って生きること。そしていつか私の影がまた生まれ、同じ覚悟で生きる。つまり安順義とは永遠の命を持った存在なのです。なるほど。ああ、お前ら知り合いか？いいえ、私の知り合いを知っていたようなので。はあ、やっぱ世間ってのは狭いもんだな。まったくだな。で、よう、コミジュルに来いってなんでだ？そこで何があるってんだよ！来るも来ねえもお前ら次第だ。続きが聞きたきゃおとなしく夜を待つんだな。では清流会の組長殺害にあなたの関与はないと？ええ、もちろん。言い切りますね。では仮にも世間で多少の疑いが出たとしたら？ゴシップ的な扱いで終わりますよ。それはつまりあなたが関与している証拠は一切出ないし、警察で確保された沢城が星の殺しはあなたからの指示だったなどと漏らすこともないと。そういうことですね。そう捉えて構いませんね。へえ、そう取り乱さないでください。警視総監ともあろう人が。そちらにご迷惑はかけません。お約束しますよ。それは神経質にもなりますよ。以前から聞いていた話と今ではだいぶ状況が変わってきてますからね。先日蒼天堀での近江連合解散はまさに想定外でした。あの状況を見るにあなたはそもそも初めから荒川真澄の手綱を握れていなかったということになる。彼ならもう舞台を降りましたよ。その後釜に座るのが沢城城と思っていました。そこにも計算違いがあったのでは？あなた方はこちらのことにあまり立ち入らない方がいい。いろいろ気になることもあるでしょうが、でもご安心ください。すべて私が見ていますから。大阪の近江連合本家が解散を謳った今、カムロ町にいる残りの近江は所詮烏合の衆でしょう。荒川も沢城も消えた今、誰がそれをまとめるんです？さあね。とにかく私にお任せください。でも今我々と警視庁とは適切な距離を保つべきです。特に今はデリケートな時期です。それくらいお分かりでしょう。ですから今後私の了解もなく突然押しかけてくるなんてことのないようにお願いしますよ、堀之内さん。そういうあなたこそ事前に何の相談もなく国の政治にまで手を広げた。いきなり民事党の幹事長とはね。ほう、事前に相談してほしかったんですか？相談してもしなくても何も変わりはしません。私を止める力など誰にもない。それでも助言ぐらいはできたはずです。あまり身の丈に合わぬことは慎まれた方が賢明ですとね。でも言ったところで無駄でしたか。あの野郎、都知事への敬意が足りてないんとちゃいますか。面倒になる前にけじめ取りましょうか。勝手に消すなよ。
俺の楽しみを奪うな。楽しみでっか？あいつはこれから先ずっと俺に顎で使われて生きていくことになる。それを見て味わうのが俺は楽しみで仕方ないんだ。なるほど、わかりました。ところで偉人町からクメが泣きついてきてますわ。選挙中の警備を増やして言うて。それはこっちの仕事だ。なんとかする。そっちに頼んだ仕事はどうなっている？偉人町の方は手配済みですわ。この先は知事といえども、ことが済むまでわしとはもう連絡が取れんようになります。そこはご承知おきを。石尾だ。はい。東京近江連合の会長にはお前が適任だと思っている。他の幹部衆の前で俺にそう宣言させてくれ。ありがとうございます。後悔はさせまへんで。来たな、春日一番。あんたは俺を知ってる。でもこっちはほとんどあんたを知らねえ。えらく不公平な気がすんだけど。意外と細かいことを気にするんだな。細けえことはねえよ。普通気になんだろ。じゃあ聞く。俺が誰だか知るのと、青木亮が次に何をするか、奴の次の一手が何かって情報、どっちを知りたいんだ？そりゃここに来た目的ってのは一つだよ。わかりゃいい。だが俺からも条件がある。なんだと？お前とお前の仲間たちがその情報を渡すに値する相手かどうか確かめさせてもらいてえ。あいにく俺は拳で人を見るタイプなんでな。そういうのいつもは嫌いじゃねえんだけどよ。やめとかねえか。情報だけ教えてもらえねえか。なぜだ？ここんとこ俺の周りで大事な人間が立て続けに死んでよ。どうやらく気が立ってんだ。今の俺は手加減する自信がねえ。あんたをやりかねねえよ。そりゃちょうどいいな。んだと？ふざけやがって！吐いた唾飲むんじゃねえぞ。お前の欲しがっている宝はこの奥にある。宝の番人は俺だ。手にしたきゃその番人を倒して前に進め。やってやるよ。死ぬ気で来い。死にてえやつだけかかってこい。悪くなかったぜ、春日一番。何？
こんなもんかよ。もっと来いや。難波、さっちゃん。よくも俺の仲間を。怪人の一撃。よっしゃー。てれててててて。一番ちょっとねえあれドラゴンは。ドラゴン？何言ってんだよお前。ちった頭冷えたか。頭冷えたかって。きっちり冷えたよ。ならいい。マジかよ。それだけのために喧嘩ふっかけてきたのか。お前は頭に血のぼってまっすぐ突き進むだけになってた。敵に勝ちたいんなら考えろ。向こうの気持ちになって次にどんな手を打ってくるか。どんな手を打たれたら相手が一番嫌なのか考えて動け。それがお前自身のためにも仲間のためにもなる。行くぜ。青木亮がこれから何をする気かはっきり見せてやる。いいタイミングで来たな。ソンイ。その人に頼まれていたんだ。偉人町でいずれ起きるはずのことを事前に調べたいと。起きるはずのこと？ああ、そのために青木亮にまつわる連中を見つけてほしいとね。必ず何か異変があるはずだと。で、見つかったんだな。ああ、システムのフル稼働にはまだ程遠いが、探し物が限定されていれば網を張ることくらいはできるさ。探し物って？殺し屋だよ。偉人町の外から入ってくる殺し屋の顔を探していた。殺し屋が偉人町？なんで？清流会の会長を殺した犯人は沢城。そしてその命令は青木亮が下していた。その沢城が警察に逮捕されたとはじゃあ青木にとって生きているだけで目障りな存在だ。いくら警察に黙秘を続けているとしてもな。沢城の頭が目障りだからその殺し屋を使って殺そうってのか。青木亮ならそれをやりかねない。俺の情報源になっている連中はそう言っていた。あなたの情報源というのはフィクサーの残党たちか。昭和を牛耳っていた殺し屋探すついでにどうせ俺のことも調べたんだろ。まあな、さすがは伝説の竜と呼ばれ。余計な話は後だ。だがさすが情報通のコミジュルだな。よく探してくれた。まあな、野暮な話をしてしまったか。じゃあ本題に入ろう。ここどこだ？
スナック街の裏手、ここからだと川向こうだ。5時間前の映像にいつか見た顔が映っていた。蝶を知っているはずだ。俺も知ってる？近江の下っ端たちだ。ただし真ん中にいる男は彼らの客らしい。トランクを下げたスーツのやつだ。カメラ切り替えろ。やっぱりわかるよな。ああ、知ってる顔だわ。ミラーフェイスね。ミラーフェイス？何？有名人？ああ、有名な殺し屋さ。こいつは殺しの後、現場を事故や自殺に完璧に偽装するんだよ。大っぴらにしたくない殺しの時に呼ばれる男さ。変装も得意で、どんなとこにも目立たずに溶け込める。まさにプロ中のプロだね。そんなのを青木亮が雇ったのか。沢城を狙って。でもどうやって？ああ、沢城は今留置所だ。それを仕留めるには警官にでもなりすまして潜り込むしかない。そんな変装、奴なら朝飯前だね。楽勝じゃない？若はまだ知らねえんだ。沢城の頭が自分の本当の父親だってこと教えねえと。教えたところでどうなんだろうな。何？どういうことだ？仮に知っていたとしても、青木亮なら邪魔者は全て切り捨てる。今までの行動を見ているとそんな気がするね。沢城の頭を消す？それが若の次の一手？本当に間違いねえのか？よく考えろと言ったはずだ。この状況を全て踏まえて俺がやはり間違いだったと言やお前は見過ごすのか。俺はお前がそんな男じゃねえと思ってるがな。分かった。で、あんたもうちょい手伝ってくれるのか。あんたがいりゃめちゃ心強いんだけど。それはできねえ。春日、俺に許されてんのはここまでだ。これ以上俺が手を出すのは契約違反だと釘を刺されている。釘を刺されてる？誰から？フィクサーの残党たちさ。フィクサー？それって誰だよ？全て教えてやったらどうだ。春日、人間ってのはみんな大事なもんを背負って生きてる。わかるよな？はあ。俺はてめえの大事なもんと引き換えに無であることを受け入れた人間だ。つまり俺は本来この世にいねえはずの人間なんだ。だから俺が手出しをすることも俺の素性を明かすこともやっちまったら無とは言えなくなる。どういうことだよ？お前、俺と拳を交えて何を感じた？そりゃ、マジで強えって本物だと思った。ありがとうよ。俺もお前という人間がよく分かった。今はまだまだだが、いずれは本物になれる男だと思ったぜ。あの喧嘩は勝ち負けを決めるためにやったんじゃねえ。互いに信じられるかどうか、それを伝え合うためのもんだ。俺を信じろ。そしてお前が信じた仲間をずっと信じて前に進め。それがお前が本物になるための道だ。じゃあな、頼んだぜ。
ソンヒ、なんかあの人のこと知ってる風だったよね。フィクサーの残党がどうのとかって。あの男が言ってた通りさ。死んだはずの生きているわけがない人間だよ。だから私たちも何も見ていない。このことを誰に言う必要もない。それでいいじゃないか。それでいいと思う。物分かりいいね。らしくないって気もするけど。そうか。でもあの男が言ってたことを守って信じることで前に行ける気がすんだよ。さすがだね、あの男。総帥、例の場所に動きが。今現在の映像です。ミラーフェイスのいるビルにタクシーが。こいつって石尾田だ。沢城の頭はこいつがおやっさんを殺したって。こりゃ確定だろう。青木亮がこいつらを動かしてまた誰かを殺そうとしてる。その標的はやっぱり沢城の可能性が高いぜ。もし警察署に潜り込む気ならやるのは夜だろう。昼間はさすがに人目につく。つまり奴らが動くのは今夜ってこと？沢城の口を塞ぐのは早ければ早いほどいい。私が青木亮ならそうするね。くそ。でも若たちにはもう何もやらせやしねえ。絶対にやらせやしねえ。ソンヒはこのままモニターで見張っててくれ。俺らはこれから石尾田のとこに行く。偉人町から反撃開始と行こうや。石尾だ。春日、このガキ、なんでここが分かった？コミジュルの雲の糸は今もまだ方々に張り巡らされています。糸の粘り強さが売りなんですよ、うちは。昔っからね。おやっさんを殺したのはお前なのか？いやちゃうな。荒川を殺したんは極道の掟いうもんや。裏切り者がのうのうと生きていけるほどこの世界は甘ないんやで。なんだと？なんて言い草だ。おいてめえ。なんだ、足立さんが2人ってことはつまり。は？つまりなんだよ。一人はミラーフェイスだ。なんで足立さんに？警察になりすます作戦でしょ。ああ、なるほど。じゃなくてよ、警官になりすますって足立さんに化ける気だったのかよ。ふざけやがって。いや、そっちこそふざけんな。どっちがどっち？マジかよ。力比べでも互角。さすが噂のミラーフェイスや。金取るだけあるわ。ならこいつはどうだ。足立さん、道路交通法だ。全部で何条ある？130条くらい。132条常識だ。あ、こっちが本物？じゃあその第1条は何だった？知るかバカ野郎。んなもん覚えてるわけねえだろ。じゃあこちらの方、今の続きどうぞ。この法律は道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、および道路の交通に起因する。やっぱり本物はこっちね。オーケー、よくわかった。そっち行く？くそ、公僕がいい加減な仕事をしやがって。偽の足立さんに沢城の頭を殺させようとしたわけか。胸くそ悪いって考えやがる。
こいつはてめえのアイデアだな。もういい加減終わりにさせてもらうぜ。石尾だ。終わりだぜ、石尾だ。沢城の頭はほっときゃずっと黙秘を続けてたはずだ。でも若とお前が自分を殺そうとしたと知ったらどうなるだろうな。殺に全部ぶちまけちまうかもな。どのみちお前は若の命令をしくじった。どんなけじめ取らされるか見ものだよ。荒川直哉さんを殺したのはてめえか。どうなんだ一生だ。おやっさんはあの夜港で俺と別れた後、平安楼で星野会長と食事してた。そして店を出たおやっさんをお前が至近距離から銃で撃った。全部青木亮の命令だろ。そうだろ。Gと違うな。どう違う。話せよ。確かにわしは青木亮からの指令で荒川の玉取りに向かった。せやけどその直前に邪魔が入ったんや。邪魔が入った。見えとるな。へえ、バッチリですわ。ちょ待て、誰かおる。あいつはよ。やりましたな大公。この間の蒼天堀であんたの真意が極道の解体やと分かった時、わしは震えましたわ。東上界の裏切り者としてのおめえもその目的のために長いこと甘んじて受け取った並のご苦労やなかったはずです。あの時あんたが俺や渡瀬の側についてくれなきゃどうなってたかわからねえ。それぐらいギリギリのとこだった。下手すりゃ解散届は握りつぶされて俺ら全員本部の庭にでも埋められてたかもな。でも助かったぜ。まああん時はわしもつい勢いに乗せられてもうたんですわ。あんなおもろい喧嘩ができるのは後にも先にもこの一度きりやと思ったんですわ。そうですやろ。豪気な男だな。それほどでもありまへん。天童、あんたはこれからどうする気だ。カムロ町に戻って青木亮にありのまま報告します。大丈夫なのか。ご心配なく。なんや、裏切り者が2人揃うてからに。どうします？なんならどっちでもいけますぜ。どっちも狙えるんか。せやったら天道ごとここで始末したんか。それがご指示言うんでしたらやりますぜ、親父。おっしゃる通りに従いますわ。まずは荒川や。一発で決めるんやで。まず荒川からでんな。どないした？それが踊れろ。石尾だ。踊れは勢いだけで考えなしやさかい2手3手先まで手に取るように見えてまう。そんなんでようここまで生き残れたもんや。天道石尾だ。もう近江も東上界もねえんだ。極道が極道でいられた時代は終わろうとしてる。
この間まで近江が沈むはずのねえ豪華客船だったかもしれねえな。もうすぐ泥船に変わるぞ。早く降りる覚悟をしろ。やかましい。実際蒼天堀の近江は半分に減らされてまんまと潰されてもうた。けどおもろいもんや。そうなって初めてやっと椅子が回ってくる人間もおるんやからな。こんな状況にでもならない。わしにてっぺん行くチャンスはこんかった。おもろいもんですやろ。天道。じゃあおやっさんを撃ったのは石尾田じゃなくて天道。天道は今どこにいる？やっぱりしくじりよったか。石尾田は仕事が雑やさがいな。ま、見張っといて正解やったな。どうしますか？ほなもうポチッといったれ。了解しました。偉人町の皆さん、こんにちは。投票日を明日に控え、久米壮太が最後のお願いに上がっております。民事党公認候補久米壮太、長年ブリーチジャパン横浜支部長としてグレーゾーンを糾弾してまいりました。青臭い理想論者だと笑われ、くじけそうになったこともありました。それでも今、あの青木都知事が最も信頼できる人物としているのがこの久米壮太でございます。ここ神奈川2区だけではありません。久米壮太には青木都知事をはじめ全国各地にブリーチジャパンの仲間たちが共に立ち上がってくれています。民事党は本気です。もういかがわしいグレーゾーンは許さない。日本全国一坪たりとも残さない。久米壮太が青木亮と共に起こす新しい波はこの日本を生まれ変わらせます。皆さんの清き一票を勇気に変えてブリーチジャパン、日本をきれいにしましょう。さあ皆さん、いいですか、思い出してください。2年前、どうせこの町は本気で浄化などされるわけがないと多くの人々がそう考えていらっしゃいました。この新カムロ署だってどうせお飾りになってしまうだろうとみんなが思っていました。しかし今はどうでしょう。東上会という昔ながらの暴力団はもう一人として残っていません。カムロ町は徹底的に正義を成し遂げた町として生まれ変わったじゃありませんか。それは日本中どこででもやれるはずなんです。ブリーチジャパンを合言葉に民事党は青木幹事長の下で生まれ変わろうとしているんです。この後、知事には車の上に出られて3分間応援演説をしていただきます。それから新宿を出てまた移動になりますが、知事にはどうしたの？すみません、知事ではなく幹事長
とお呼びした方がよろしいですよね。そうか。呼び方を気にさせてしまったか。じゃあまあこれまで通り知事にしとこう。短くて呼びやすいしね。気遣いさせてしまってごめんよ。そんな、とんでもありません。テレビの中継は？もちろん多数来ています。昼からずっと知事の応援演説を待ち構えておいでで。そうか。なんだか夢みたいだよ。え？今までの私は妖怪じみた他の先生方に囲まれながら自分が権力を手に入れることに必死だった。そのためにはまあ多少ずるいこともした。まさか知事に限ってそんな。いや本当だよ。知事？本当さ。まあほんの少しだけなんだけどね。でも私には目標があったんだ。理想の正義をお題目で語ることしかできなかった連中と違って実際に成し遂げる人間になるという目標が。そして今の私にはそれだけの力が終わりになる。それは正しいことです。え？先生、みんなそうです。全くズルをしていない人間なんて多分世界のどこにもいません。理想があってそしてそれを実現する以上場合によっては多少の犠牲だって必要になる。それは歴史も証明していることです。君。すみません、私出しゃばったことを。いいんだ。ありがとう。頑張るよ。さ、そろそろ演説の時間だ。知事が目指す正義のお話を国民にしてあげてください。ああ、そうしよう。それではお待たせしました。ご紹介します。青木先生はご存知のように現職の都知事ですが、荻窪先生の後任として民事党の幹事長にもなられています。全国を飛び回ってご多忙の中、決戦を明日に控えてここ神室町へ応援に駆けつけてくださいました。皆さん、ただいまご紹介に預かりました青木亮です。ありがとうございます。ありがとうございます。皆様からの熱いご支援の声、深く感謝申し上げます。神室町の皆さん、突然失礼いたします。神奈川2区で立候補しております春日一番と申します。巷じゃ偉人町で行方不明だの爆死しただの言われておりますが、こうして青木先生へご挨拶に参上いたしました。さあ皆さん、春日一番生きております。後ろの皆さん見えますか？
幽霊じゃありませんよ。どんどん写真でも動画でも撮ってやってください。正真正銘春日一番でございます。偉人町で起きた爆発の中、しぶとくも運よく生き延びて皆さんの前に帰ってまいりました。選挙的には敵対関係にありますが、私は青木先生を尊敬しております。今日はただただその尊敬する青木先生に握手をさせていただきたく、神奈川2区より参りました。というわけで皆さん、ほんの少しだけ青木先生をお借りしたく存じます。何考えてるんだ君！降りなさい！いいだろう、大丈夫だ。あんたは沢城の頭におやっさんを殺すよう指示を出した。おとぼけはなしですよ。頭本人からそう聞いたんです。で、実はその指示をしてる声を録音したデータがミレニアムタワーの荒川組事務所にあると頭から聞きました。明日俺らは投票が終わるまでにそいつをいただきに参上します。そしてネットに流して札にもマスコミにも渡す。あんた破滅することになりますね、若。本当にそんなものがあるならわざわざ俺に予告する必要はない。何のハったりだ。そう思うならそれでも結構ですよ。おやっさんは最後まで若のことをずっと気にかけてました。沢城の頭も同じです。でもそれがあだになり、お前は大きな思い違いをするようになった。てめえだけは何やっても許される存在だってな。でもそりゃ大きな間違いだ。やはり選挙というものは魔物です。何が起きるか分かりませんね。春日候補からの素晴らしい宣戦布告でした。正々堂々とはちょっと言いにくいところではありますがよう、ニック。俺のテレビ映りどうだったい？バッチリかましてきてやったぜ。ネットでも大盛り上がりだよ、一番。ただね、あいにく君に好意的な声は少ないんだよ。だろうよ。若と並んでる時は俺いつだって悪役なんでね。そんなの気にならねずいぶんご機嫌ね。えよ。なあ、青木亮の反応は上々だったからな。計画通りだ。オーケーオーケー。こっちはさっき場所を変えたよ。君らもカムロ町にアジトが必要だろ。チャンピオン街のスナックアテンシって店だ。そこのママとはちょっといい仲なんだよね。アテンシか。分かった。じゃあ俺らもそっちに向かう。あら。ねえ、来たわよニック。あんたのお友達でしょ。はーい、一番。おう、いろいろとありがとな。そんなに青木と握手したかったの？それが一番の計画？別に握手がしたかったわけじゃねえ。でもあれで計画の第一段階は無事に完了だ。若は俺の話にしっかり食いついてた。青木は食いついたとして、その計画どうなるかな。計画って何よ？教えてよ。青木が沢城に荒川真澄を殺すように指示を出したっていう録音データが
ミレニアムタワーの荒川組事務所にあるってことを伝えることさ。何それ、そんなデータがあるの？ねえよ。はい。ブラフ、はったりさえ。でも耳にした以上放っておくことはできねえはずだ。おやっさんを殺せって指示した音声データなんてのが出てきたら、政治家生命どころか全てが終わる。若は頭の部屋を徹底的に家探ししなきゃならねえ立場になった。敵は沢城の部屋どころか荒川組の事務所中の全てをひっくり返して探すでしょうね。おまけに俺らは明日の投票が終わるまでにその音声データを頂に参上すると若に伝えたい。つまり青木はそうなる前に何としてもデータを探し出す必要がある。とてつもない大人数が必要になる。荒川組が入ってるミレニアムタワーには近江連合の連中が大量に送られるはずだ。で、どうなるの？今夜一晩中探したって証拠の音声データは当然出てこねえ。でも出てこねえじゃ済ませねえ。そうなった時は間違いなくあの野郎も出張ってくるはずだ。天道ね。ああ、おやっさんを殺したあの天道がな。おまけにあいつは私たちを爆弾で吹き飛ばそうとしたもんね。足立さんが異変に気づかなかったら全員危なかったよね。春日、ここはやべえ。ね？全員ここを出るんだ。確かに天道にはけじめを取らせなきゃなんねえってことだ。でも青木のことはどうするんだ？青木亮の前にまずは天道からだ。奴には山ほど借りを返さなきゃなんねえ。本当に計画通りに現れるかな。今のあいつは東京近江連合のトップだ。データを探し出すために陣頭指揮を取る立場だろう。明日ミレニアムタワーに必ず現れるさ。まあ計画としては筋は通ってる。春日の考えに乗るしかないようだな。まさか春日君がそんな策略めいたこと考えるなんてな。なんだか寂しいじゃんよ。本当にね。ただし青木や天道はおとなしく明日を待ってくれるわけがない。まずユウたちを消しにかかってくるだろうね。この先ユウたちにとってカムロ町は完全なるアウェイ。一歩外に出れば遊び相手には事欠かない状況ってことだよ。そいつはいいね。長いことじっと隠れてるだけだった。ちょうどウォーミングアップしてえと思ってたとこだぜ。ほんで、要するに荒川組の事務所を家探しせと、そうおっしゃるんで。そうだ。はあ。でもそりゃそちらさんの尻拭いのためですわな。そうだ。天道、いちいち命令を細かく説明しないとお前には伝わらないのか？すんまへんな。わしゃ沢城ほどまだあんたに懐いとらんもんで。せやけどやっぱり生きとったんですな、春日は。まあ頼まれた通り家探しもします。でも春日の弾もきっちり取らせてくださいや。それで構いまへんな。おやおや、もうデータが残って証拠になるような命令は一切口にせんというわけでっか。堅実でんな。一つだけお前に言っておく。へい。もし俺が困ったことになれば、寄せ集めの東京近江連合は一瞬で後ろ盾をなくす。お前がやっと手にした王様の椅子もガラスのように砕け散る。だが俺は違う。お前の代わりくらいいくらでも見つけられるんだ。お前と俺は対等じゃないんだよ、天道。
わきまえてます。東京の近江連合はまだ旗揚げしたばかり。力を示していかな信頼はしてもらえまへんわな。まずお前の役目は俺を守ることだ。そしてそれはお前自身のためでもある。そこを土台にして次にやるべきことは何かてめえの頭で考えろ。その順序を常に忘れずにいる限り俺もお前のことを必要としてやる。望むところですわ。でも青木先生、なんだ。いずれあんたわしらなしではおられんようにしてみせますわ。おうまこっちゃん、ちょっと見ねえうちに老けたな。お互い様ですよ、足立さん。お久しぶりです。この人は俺の数少ない信頼できる刑人仲間、伊達誠だ。お前が春日一番か。噂通りだな。昔のあいつと同じような目をしてやがる。あいつ？俺の大切なダチのことさ。んなことよりお前ら狙われてるんだろ。ここなら安全だ。今日はもう遅いし休んでいけ。いいんですか？他ならぬ足立先輩の頼みだ。それに詳しくは知らねえが、明日は大事な戦いがあるんだろ。遠慮なく使え。ありがとうございます。じゃあな。サンキューまこっちゃん、すまねえな、巻き込んじまって。なーに、こういう役回りには慣れてるんで。頑張れよ、春日一番。うっす。おはよう一番。テレビで見たけどもう投票始まってるよ。神奈川2区、もしかしてあんたにも票が入ってんのかな。まあ面白半分に入れるやつもいるだろう。違いね。なあ一番。俺らはいつでも構わねえぞ。カムロ町のミレニアムタワーが口開けて待ってる。あとはお前が一歩そこに足を踏み入れりゃ、そいつが青木亮と近江連合への宣戦布告ってわけだ。そうだな。入っちまったら後には引けねえ。やり残しがないようにね一番。神奈川1区天野圭一、当選確実。神奈川2区久米壮太、当選確実。ニックだよ、一番。いよいよ乗り込むんだね、ミレニアムタワー。なんだよ、見えてんのか俺らのこと。そう言っても差し支えないかな。部下からユウたちのムービーが送られてきてるんだよ。はあ。それで2時間前に天道もタワーに入ってきたそうだ。間違いなく彼はいるよ、一番の予想通り。マジか。よし、ありがとうよ。ただしここは魔王の城だよ一番。そして天道は最上階だ。ユウたちの計画がうまくいくことを陰ながら祈ってる。オーケー、サンキューニック。
は盛大なお出迎えだぜ。みんな用意はいいな。行くぞ。よう、探し物は見つかったかい？天道。荒川真澄殺害を命じる青木亮の声。そないなもんあったところで何の証拠にもならんで。それでもあの人にとっちゃあっちゃならねえもんだ。だからあんたまで借り出されたんだろ。ご苦労なこった。そういうことかいね。どうやら分かったみてえだな。花からなかったんやな、そのデータは。沢城の頭は若を相手にそんな真似はしねえ人だ。てめえにも若にもそんな気持ちは理解できねえことだろうがな。せやったら踊れらの狙いはそうかい、このわしっちゅうことかいの。このわしをここへ引きずり出したかったっちゅうわけや。蒼天堀じゃ本気であんたを味方だと見誤っちまった。あの荒川のおやっさんでさえな。人を騙しとるもんは自分も騙されてるとは思わんもんや。けど荒川真澄がまがいもんやったおかげでわしにももういっぺんてっぺん取るチャンスが回ってきたんや。ボクシングじゃかなわんかったてっぺん取るチャンスがな。感謝しとるんやで。天道てめえ。せやさかいあの日胸に穴開けたあの人が息を引き取るまでわしゃその目をじーっと覗き込んで見届けてやったんや。荒川がこの世の最後に見てたのはこのわしのとびっきりキュートな笑顔や。それはわしからの感謝の気持ちのプレゼントやったんやで。ふざけんなクソ野郎。クソか。せやったらソープ生まれのどん底育ちの我は何や。春日一番。まあそれがここまで来られただけでも根性しとる褒めといたるわ。せやけどこれでしまいにせい。最後にてっぺんとんのはこのわしやで。踊れの成り上がり話はここまでや。こいつをまだ終わるんじゃねえぞ天道。最後にきっちりおやっさんの分を受け取ってからくたばれや。かすがそうですね。
今回の衆院選を振り返りますと、まさに歴史的な勝利と言っていいかと思います。実に議席の3分の2を大きく超えています。民自党が国民の民意を得たと、その分大きな責任を背負ったと受け止めております。総理、青木幹事長の果たした役割についてはいかがでしょうか。大変大きかったです。荻窪さんの引退から間もなくの衆院選でしたし、青木さんの功をなくしては語れない選挙でした。青木幹事長、今の総理の言葉を受けて一言お願いします。今回の選挙で民自党は大きく変わります。この国を良くしたいという我々の思いは中身を伴ったものとして国民の皆さんに実感できるようお届けします。これまで深く切り込まれなかったグレーゾーンをはじめ、既得権益や天下りにただ乗りする者たちも皆白日の下にさらします。私のこうした理念はかつて20年前にブリーチジャパンを創設した時から一切ブレてはおらず。何か幹事長、あの速報はどういうことでしょうか。殺人で逮捕状とありますが。いえ、どういうことだか。手違い。そう、何かの手違いです。記者の皆さん、落ち着いてください。何かの手違いが起きたようで。青木幹事長、青木亮という名は本当の名前じゃありませんよね。そうですよね、幹事長。あなたの本名は荒川雅人。先日横浜で殺された暴力団組長荒川真澄はあなたのお父上ではありませんか。すみません、気盛ります。ご退場を。幹事長、待ってください。幹事長、説明してください。荒川雅人って名前に聞き覚えありますよね。青木亮は偽名ですよね、幹事長。だから天童とは電話がつながらないんだ。もう何度もかけてる。荒川組の事務所も誰も出ない。で、そっちはどうなってるんです、総監。私に逮捕状って一体。確認中です。そのニュース速報というのも確認が取れていません。テロップは民主党本部のモニター画面にしか出ていなかった可能性があると聞いています。仮にそうだったとしても、それをテレビ中継してたんだから同じことでしょ。多くの国民があのテロップを目にしたんだ。誰が何の目的であれを流したのか、早急に説明をつけなくちゃならないんです。とにかく今は警察に動かないことです。ミレニアムタワーへ行くのも避けるべきかと。そうはいかない。一番が春日一番がもし荒川組で証拠を抑えていたら後始末が厄介でね。その時はそっちにもいろいろ骨を折ってもらうことになります。後で動かなかったことを後悔しても遅いんだ。天童の親父とはまだつながりません。今連絡のついた若い衆はミレニアムタワーへ向かわせてます。いいだろう。俺のそばで護衛につくのを何人かに絞れ。ええ、わかりました。これを一番がやったってのか。あの一番が。天童。どうも。なんでずっと電話に出なかった。見ての通り
ちょいと忙しかったんですわ。沢城の隠してた音声データは？ありまへん。そいつのブラフやったんです。ブラフ？ああ、そうか。はったりだったのか。そうか、そうだったか。で、一件落着でっか？いや、まだだ。こいつらにはまだ他に仲間がいるはずだ。開票に合わせてニュース速報のテロップを流させた奴がいる。偉人帳で姿を消してからこいつらをかくまってた奴もな。でももうこんな肝を冷やすような思いはたくさんだ。で、どうせと？全員見つけ出して殺せ。出た死体は埋めるなり溶かすなり始末しろ。全員確実に殺すんだぞ。またどん底から死に損なってくるなんてことがないようにな。どうだい、俺の演技力は。なかなかの役者じゃねえか、春日。だろう？今度オーディションにでも行こっから。どうでした？俺の芝居は。一番。お前なんで？若、まだ続きがあるんです。天道。どうも脇が甘いですね、青木先生。あなたは外から雇われただけの私を使い捨てにしようとした。は？何を言っている？一体何の話を？天道が二人？さすがだな。ミラーフェイスとはよく例えたもんだ。ミラーフェイス？いろんな人間に姿を変える私の通り名なんですよ。いやー、しかしこれってスクープだよね。青木亮、春日一番とその仲間を殺害するようヤクザたちに命令。大スクープだわ。素晴らしい映像が撮れましたね。早速ネットに流出させてしまいましょうか。よせ、やめろ！バカ！もうここまでですよ。潮時です。一番、てめえがこの絵を全部描いたのか？若にブラフの音声データの存在を伝えたのは天道を呼び寄せるためでした。でも若、あんたもきっとここへ来ると俺はそう信じてました。あんたも俺をよく知ってるように俺もあんたという人間をよく知ってますから。ふざけやがって！若、あんたを止めるにはもうこうするほかなかったんです。あんたもう自分自身でも止まり方わかんなくなっちまってんでしょ。何？知事になって昔自分をバカにした連中を見返して権力者になった。でもそれで何が手に入ったんです？今のあんたには大事な人間もいねえ。あんたのことを大事に思ってくれる人間もいねえ。持て余した権力に目がくらんでてめえが何をなくしたのかも分かってねえ。ならその先は手にした権力守るために邪魔なもん全部消し続けるだけの人生だ。そんなもん望むほどあんたバカじゃなかったろ。知ったような口を聞くな。でもそれが
事実だろう。事実だとしても俺は前に進むだけだ。誰も俺を止められやしない。いや、俺が止める。絶対に。やれ！こいつら全員ここで始末しろ！大丈夫かみんな。大丈夫とは言い切れませんね。くそ、もう少し若けりゃみんなしっかりしろ。俺らのことはいい。今青木の野郎は私たちのことはだけど俺たちが決着をつけてこい。分かった。ありがとよ。俺と差しなら丸腰でも勝てるって。調子に乗るな！そう来なくちゃ。そのムカつくにやけ面ぶっ潰して二度と笑えねえようにしてやるよ。行くぜ！ほら！まだまだ。一番てめえみてえなクソがこの俺を終わりです。若。やめろ。今の俺はこの国で正義を全うできる。本当だ。俺は力を持って生まれ変わったんだよ。だからそれが何だってんです。だから俺はこの日本をきれいにしてみせる。それを俺はできるんだ。多くの人間がそれを正義を望んでいるはずだ。でも実際のあんたは好き放題やって他人にケツ吹かせるしか能がねえ。なんだと？今のあんた、どんな人間であろうとちょっとでも邪魔になりゃすぐ使い捨てる。この先もあんたの言う正義ってやつでおやっさん殺したみてえに何人でも平気で殺すつもりだろう。ほっときゃ沢城の頭だって殺されてたはずだい。ずっとあんたに尽くしてきたあの人まで。人間にはな、
2つの種類がある。使う側と使われる側。つまり替えの利かない人間といくらでも替えがいる人間だ。なんだと？あいつらは所詮使われる側の人間だ。俺とは違う。だったら使われる側は犠牲になんのも仕方ねえってことかよ。多少は分かってきたか。ふざけてねえ！てめえと俺は同じ日に生まれた光と影みてえなもんだ。もちろんてめえが光だぜ。昔からてめえは俺にねえもん全部持ってた。本当に初めから全部持ってたのに、なんであんたそんな人間に。警察だ！全員そこを動くな！春日、ただの警官じゃねえぞ。総監の息がかかってるはずだ。指示。ここで一体何が？あんたは一からやり直すべきだ。いや、やり直さなきゃならねえ。一旦全部捨ててどん底からやり直しましょうよ。若ならどん底からまた這い上がれますって。そのためなら俺も昔みてえにずっといつまでもそばにいます。それがおやっさんに、俺が組に入ってからおやっさんにずっと頼まれてた仕事なんですから。俺たちを殺すために偉人帳で爆弾使ったのは天道だ。その命令はこの青木亮から出された。そして死に損なった俺らを見た青木亮の反応がそれだ。こいつらにはまだ他に仲間がいるはずだ。開票に合わせてニュース速報のテロップを流させた奴がいる。偉人帳で姿を消してからこいつらをかくまってた奴もな。でももうこんな肝を冷やすような思いはたくさんだ。で、どうせと？全員見つけ出して殺せ。出た死体は埋めるなり溶かすなり始末しろ。全員確実に殺すんだぞ。またどん底から死に損なってくるなんてことがないようにな。この映像はすでにネットへ上げられています。民自党にはアンチも多いようで、多くの人間が瞬く間に拡散させていますね。警視総監の判断を仰ぐ必要があるかとは存じますが、あまりいい状況ではありませんね、知事。ひとまずここは出ましょう。署までご同行いただけますか？バカ。離れろ！来たらこいつの頭を吹っ飛ばす！もうやめてください、若！おやっ
さんに俺の面倒を頼まれたから一緒に一からやり直そうだと親父がどうの杯がどうの、俺は昔からヤクザのその家族ごっこが大嫌いだった。義理だ絆だと仲間意識を押し付けてくる。鬱陶しくて仕方ねえんだよ。銃を下ろしてください、若。警官を人質になんて取ったらいくら若でも殺されちまいます。俺はもう家族が死ぬのは見たくねえんです。家族？笑わせんな。誰がてめえの家族だ？若が何と言おうと俺にとって若は家族なんです。生まれて初めてできた友達なんです。なのに俺はあんたが暴走すんのを止められなかった。そして親さんはもう帰ってこれねえ人になっちまった。でも若はまだ帰れるところがあります。帰ってきてください、お願いですから。そっくりだな。つくづく何から何まであのクソ親父にそっくりなんだよ、お前は。そういうところが昔から好きになれねえんだよ。全員見つけ出して殺せ。出た死体は埋めるなり溶かすなり始末しろ。全員確実に殺すんだぞ。またどん底から死に損なってくるなんてことがないようにな。全員見つけ出して殺せ。出た死体は埋めるなり溶かすなり始末しろ。全員確実に殺すんだぞ。言ったでしょう。俺は若がどんな人間かよく分かってるってもしかしたら若何もかもリセットしちまいてって、どん底からでもやり直してって思ってくれてるかもしれない。そう考えたらここを目指すんじゃねえかって、そんな気がしたんです。分かったような口聞きやがる。ふざけんじゃねえぞ一番。ここにいるのは俺と若だけだ。だから銃なんか必要ありませんよ。そいつは俺に預けちゃくれませんか。
夢のって女覚えてるか？夢の？俺とお前の人生が大きく動いた18年前のあの日、俺を捨てたあのホステスだ。ああ。堀之内の神さんになってたよ。都知事になる前、奴の警視総監就任パーティーに呼ばれてな。そこで知った。当然俺は素性がバレないよう装ったがな。そんな俺にあの女なんて言ったと思う？あなたには持って生まれた知性と品性を感じます。だとさ笑えるだろ。裏で俺のことを下品だの怖いだの見下してたあいつがそんなこと言うなんてよ。どうだ、傑作だろ。若、所詮そんなもんだったんだ。俺が名前を変え体を変え人を殺してまで追いかけた権力ってのは、誰も本当の俺のことなんか見てくれちゃいなかった。まあ俺自身弱くて醜い自分が嫌で必死にもがいた結果がそうなったんだろうけどな。それは違いますよ、若。おやっさん、荒川の親父と沢城の頭だけはずっと本当のあんたのことだけ見てたんですよ。俺もそうです。無所出て最初に青木亮って人間を見た時、それが荒川雅人だってすぐ分かりました。間違えるはずがない。大事な人なんですから。またお得意の家族愛でも語るのか。ちげえ、そんなんじゃねえ。あんたがどんなに悪いことしても、なんで最後まで荒川のおやっさんも沢城の頭も俺も放っておけないのか。そりゃな、理屈じゃねえ、心の根っこの部分で繋がっちまってるからなんだよ。好きとか嫌いとかそんな割り切れた感情じゃねえ。誰も本当の俺を見てねえだとふざけんなよ。みんな放っておけねえんだよ。放っておいたことなんて一度もねえんだよ、あんたのことよ。おやっさんや沢城の頭の気持ち、いい加減分かれよ、このバカ野郎が。一、あんた嫌がるかもしれねえけどよ、やっぱり若と俺は兄弟なんすよ。だから若には死なないでほしいんですよ。俺お願いです、お願いですから分かってください。お願いです。もしもし、知事、今どちらですか？心配かけて悪かった。私は
今から自首する。後の整理は、いや、もういい。好きにしてくれ。え？ひどいじゃないですか、青木さん。私は信じてたのに。青木さんの正義は漂白された真っ白なものだと信じてたのに。でもまだ間に合う。本当の正義は勝つんです。よく来てくれましたね、堀之内さん。なるほど、君だったか、匿名の呼び出し人は。確か神奈川県警の足立ですよ。免許センターにいましたが、定年間際に懲戒免職を食らいましてね。あれ？ついこの間の話ですよ。俺のことは覚えてるでしょ。立場上自由な時間が短いんでね、本題に入ってもらえないかな。で、東京の近江連合にはまだ逃れている罪があると、そういうことだったか？俺はその証拠をミレニアムタワーにある荒川組の事務所で見つけました。あなたがご存知かどうか、もともとそこには青木知事が荒川真澄殺害を示唆する音声データがあるとされていたんです。だがそれは春日一番とその一味のブラフだった。近江連合の天道や知事をおびき出し、自白する動画を撮影するためのな。さすがよく把握されてますね。おや、こちらの若い衆は堀之内さんの部下で？警視総監にとって都内の警官は皆部下だよ。ごもっともで。それは？音声データはブラフでしたが、荒川組を家探ししていた天道たちは実は別の面白いものを見つけてしまったんですよ。平たく言えば荒川組に買収された者たちのリストです。何？先日横浜で殺された荒川真澄は
2年前の産経作戦から間もなく3億円という大金を方々へ送金していたようです。表には出せない賄賂ですよ。その金の流れを逐一記録していたリストが組の若頭である沢城のパソコンにデータとして残っていた。それがこの中に入っています。まあこんなもんが急に出てくるとは。ひょうたんから駒というんですかな。おや、少し顔色が悪くなってきましたか、警視総監。荒川真澄の3億は海外の口座などへ複雑回帰に散らばった後、あんたや他の警視庁幹部たちの口座に収まっていた。近江連合がカムロ町で活動するのを目こぼしする見返りとしてね。だが巧妙に隠されたその金の流れもこのリストを読みながらであればはっきり追うことができる。でその裏取りさえできたら現役の警視総監はじめ幹部たちが収賄で逮捕って流れになる寸法です。この男を捕らえて持っているものを全て確かめろ。どうした？さっさとしろ。今さらジタバタしても遅えってバカだね。もうとっくに警視庁の監察に送っといたよ。その腰が重くならねえようにマスコミ各社にも同じものをちょいのちょいとね。はったりだ。それでは君に何のメリットもない。懲戒免職にされて金もないだろうに。いや残念ながらこれははったりなんかじゃねえよ。勝利宣言だ。総監、警務部監察官よりお話があるとのことです。お前ら、あんたたちが荒川からの金を受け取ったのは全部が全部私利私欲のためじゃない。急に登場会が消えちまったカムロ町の治安を守る必要にも迫られてたはずだ。荒川が近江を引き入れるのを黙認せざるを得ない状況もあったんだろう。そういう意味では立場的な大義名分もあったんかもな。でも総監、なんだ。ただその大義名分のついでにあんた自身も自由に使える金を手に入れてたんだろ。数百万、数千万、いやもっとか。まあデータを細かく見りゃわかる。賄賂を配って治安悪化の責任からも逃れつつ、そこから抜いて小遣いまで手に入れる。やっぱり出世する人は違うね。結局自分の保身のためだったんじゃねえか。昔から変わらねえな、堀之内。貴様。俺はな、ずーっとあんたのその顔が見たかったんだ。これは罠だ。策略だ。誰かの仕業だ。ああ、話せ。お前ら何をやっている。総監、最後に一つ聞いていいですか。18年前の大晦日の晩、無礼なヤクザがカムロ町のクラブで絡んできたのを覚えていますか。何の話だ。いや、結構です。
1番沢城城の刑期が決まったな。終身刑だって。なあ、今おやっさんたちにもその報告してたとこだ。荒川雅人は結局親父が沢城と知らされねえまま行っちまったな。荒川真澄も雅人が息子だと思ったままか。DNA 鑑定？うん、そうよ。荒川との親子関係きっちり DNA で鑑定してもらえよ。十中八九間違いねえんだろ。尊敬するおやっさんこそ俺の唯一の父親。そう言えんのは嬉しいだろうし、安心できんだろ。やだね、俺の親父は2人いんだ。桃源郷の店長春日二郎と荒川真澄。血のつながりがどうのと確かめたとこで、その2人が親だってことは何も変わりやしねえ。変えたくもねえ。そっか。お前らしいな。いたいた。ちょっと何やってんの2人とも。もう始まるよ、荒川親子のお別れ会。よし、行くぞ。久しぶりだな、春日。ねえ、そちらのことは伺ってます。蒼天堀で警備会社を立ち上げたとか。ああ、極道やったもんが急に組織を解散させられて行き場なくしとるんや。それを見越して下準備だけは整えとった。本来なら荒川さんも手伝ってくれるつもりでいた。はい、俺もそう聞いてました。そしたらお前もどないや、春日。お前の親父さんのやり残した仕事や。大阪に来てそいつを手伝ったらええ。島野の狂犬ってな、思ったより随分まっとうなこと言うんすね。今日だけはな。その反動で明日から100倍暴れてるわ。せっかくのお誘いですが、俺の居場所はこの偉人町です。俺が来てからこっちカムロ町じゃ鳴かず飛ばずだった自分は、この町でかけがえのない仲間を持つことができました。けど俺はまだその恩を一つも返せちゃいません。行き場のねえ人間に何かしらの受け皿が必要なのは偉人町も蒼天堀と一緒です。だからおやっさんのやり残した仕事はここでもやれるって俺は思ってます。そうか。なるほどな。
おやっさん。若待って。あれ、なんだよみんなお揃いで。いや、難波が心配してたからさ。春日君が元登場会にスカウトされちゃうかもって。だがそれは言うなって言ったよな。でどうなったんだいその話は。あんたこの町を出てくのかい？さっちゃん、代わりに言っといてくれ。何度もシラフで言えるかよ、あんなこと。あのね。ほう、そんなこっぱずかしいことを。本当にそんな風に言ったのか、あいつ。春日さんらしいではありませんか。よう、もしかしてそのかけがえのない仲間たちって俺らのことか？もちろん私も入ってんだろうね。どん底まで行きゃ、あとは上しか行く道がねえ。どん底から見える景色ってな、真っ暗じゃねえ。地に足つけて上を見上げりゃ希望で輝いてんだ。あんたの言う通りですよ、若。あ、